おはようございます。おはようございます。斉藤です。はい。本日は久々の家動画なんですけども、はい。私たちはですね、キャンプを中心に車中泊旅だったりとか、アウトドアを発信している夫婦でございます。よろしくどうぞ。いつもはですね、元保護犬のニコとメリーと一緒に犬連れキャンプもやっておりますので、ワンちゃん連れのキャンパーさんにも参考になるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひ初めて見てくださった方、まだチャンネル登録をしてない方、画面のどこかにあるチャンネル登録をしておいていただけると、何かしら情報をねお届けできるかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。本日なんですけども、私たちが住んでいる神奈川県相模原市から近くのエリアなんですが、道志エリアと呼ばれる場所にたくさんねキャンプ場があるんですよ。で、今日はねそんな道志エリアのまとめ動画を作ってみたいなと思って撮影をしております。待ってました。で、私たちがここの相模原市に引っ越してきたのは3年前なんですね。だから道志エリアも行き始めてから3年ぐらいしか経ってないんですが、今まで18カ所の道志エリアのキャンプ場に遊びに行ってキャンプをしてますので、その18カ所の情報だけでもお伝えできればなと思っております。そして道志エリアって何なんだと、よく斉藤夫婦は道志行ってるよねって言ってくださる方多いんですけど、意外とねその道志という言葉は皆さん知ってるんだけど、道志エリアイコール道志の森キャンプ場だと思ってる方もいっぱいいて、一番ね有名というか多分名前をよく聞くキャンプ場だと思うんですよ、道志の森キャンプ場。実は道志の森だけが道志エリアではなくて、道志村という村ですよね。山梨県の道志村っていう村なんですけど、それから私たちが住んでる神奈川県の相模原市をまたいでる道志道っていう国道があるんですよ。その相模原から山中湖までをつないでる道志道、約40キロちょい、フルマラソンぐらいの距離があるね、峠道なんだけど、渓谷っていうんかな、山に囲まれて谷みたいになってる道志川沿いを走る道志道っていう道沿いに約40個以上ぐらいのキャンプ場が点々とあるみたいなんですね。で、インターネットの情報だと、日本一キャンプ場の多い村も道志村ということなんですよ。そんなこともあってキャンパーの聖地っていう風に言ってる方もいるんですけど、僕らは知らずに引っ越してきたんですけど、こんなにキャンプ場があるエリアなんだなっていうのを、その時知ったんですね。でやっぱり近いから今でもねよく行くんですけど、まず道志エリア全体の特徴としては、林間サイトが多いよね。森が多いので、あと川、道志川っていう川が流れてるんで、ほとんどのキャンプ場が川沿い。今回はその道志道40キロぐらいあるので、ゾーンに分けてちょっと紹介していきたいなと思います。まず私たちの相模原市からの近く、下流ゾーン、道志川の下流ゾーン、それから道の駅道志っていうのがあるんですけど、その付近の中流ゾーン、それから山中湖よりの上流ゾーン、この3つでなんか僕の中では区切りがあるんでそのね3つで区切って紹介していきたいなと思います。この動画では全部のキャンプ場を細かく紹介することができないので、ざっくりポイントだけをバーッと伝えていきますので、今まで行ったキャンプ場の動画だったり施設紹介とかキャンプの様子は概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひぜひ気になったキャンプ場があったら、概要欄の方からそのキャンプ場のリンクを見てみてください。それではまずはるぴんさん、どっちからいきます？上流、下流？下流から。じゃあ僕らのね自宅から近い方からお伝えしていきたいなと思います。そんな下流ゾーンの、キャンプ場、
何個かお伝えしたいなと思いますので、はい。でははるぴんさん1つ目お願いします。はい。いきます。はい。ドゥルルルチーン。ちょっと待って。え、それオリジナルなオリジナル。あ、じゃあもうちょっとの？綺麗な感じにする。はい。それではいきます。はい。ドゥルルルルルトゥットゥルーン。はい。青野原オートキャンプ場はい。です。青野原。うん。これ僕たちもよく行くんですけど、大好き。特徴としては、まず川が綺麗で遊べる。はい。子供たちも楽しく遊べる。うん。あとは春なんですけど、うん。桜がたくさん咲くので、はい。お花見キャンプとか桜がすごい綺麗うん。っていうところと、地面が砂利、はい。砂のとこもあるんですけど、まあまあ水はけはいい方かなっていうイメージうん。ですね。うん。敷き詰められてるわけではないです。はい。川の自然な石だったりとか砂利と砂地っていう感じ、場所によりますけど、はい。あとはトイレが綺麗、うん。新しく作られたトイレもあって綺麗、はい。流しが広い、混雑しちゃうようなイメージはあんまりないです。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次のキャンプ場2つ目、はい、お願いします。ドゥルルルルトゥットゥルー。青根キャンプ場です。はい。青根キャンプ場。はい。さっきの青野原も予約は不要だったんですけど、この青根も予約不要だよね、確か。はい。じゃあ特徴お願いします。特徴が青根も小砂利だったり、場所によって土、はい、砂っていう感じのサイト、うん、あとは8時から入れる。青野原もじゃない？青野原もだっけ？そんぐらいから確か、早くから入れちゃう。はい。あとは温泉があって、その施設に食堂もあって、ちょっとそういうとこでまったり楽しめる。はい。なんか設営でバタバタしちゃってもうお昼ご飯になっちゃって昼は作りたくないなとかっていう時にも助かったりしますよね。そうだね。美味しいし。うん。あとはトイレもそこそこ綺麗だし、流しも広くて綺麗だし、川も綺麗だし、っていう感じです。はい。はい。で、予約制の場所もあって、電源サイトとかもあったりするので、まあ心配な方は予約で行ったりもできる。そうですね。バンガローもあったりしますので、はい。それでは3つ目お願いします。ドゥルルルルルダッダルー。もういいんじゃない？声死んできてるから。大丈夫です。それ全部やんなくて。じゃあやらない方向で。はい。その方がいいでしょう。はい。じゃあはい。じゃあ次。はい。このまさはキャンプ場。はい。こちらは特徴は？こちらはですね、川がめちゃくちゃ綺麗。すごい緑色っていうかね。すごい綺麗で、結構木が多いので、まあ場所によるんですけど、これも木陰のサイトが割とあります。はい。広場とかプライベート感のあるサイトもあって、雰囲気を選んで楽しむことができるんで、何回も行きたくなってしまうっていう感じです。トイレも炊事も綺麗です。はい。このま沢っていう名前なぐらいで、道志川の支流っていうのかな、このま沢っていう沢が流れてるんだよね。小川っていうの。なので子供たちが遊びやすい水場があったりするんだけど、道とかサイトがね狭い場所もあるので、そこはちょっと注意かなっていう感じですかね。そうですね。はい。それでは4つ目お願いします。神野川キャンプ場です。はい。こちらは小砂利サイト。はい。ジャリッジャリの小砂利。ジャリジャリ。僕の感覚では道志エリアの中で一番砂利がある。砂利が深いっていうの。そうかも。まあいい部分はだからこう汚れない。もう土が全然つかないから、汚れ、まあ場所にもよるんだと思うけど、そうですね。でも本当砂利がいっぱい敷き詰められてるから汚れないっていうのがあるよね。水はけが良いです。はい。あと川が綺麗で遊べる。はい。釣りをしている方もねいますよね。釣り堀があるんで。そう。あとはキャンプ場が広いというか長いというか、サイトの数も多くて100ぐらいあるんじゃないの？すごいです。広さがあります。あと水洗トイレで流しも綺麗ですね。でここも桜がすごく綺麗な春にもおすすめのキャンプ場です。有名なんだよね。はい。はい。で神野川も
キャンプ場までの道が結構細いので、まあでもうちの車でも行けたのは行けたんで、注意すれば大きい車でも大丈夫なんですけど、結構おおっていうぐらい細いところを通るからね。はい、でここも神野川っていう川沿い、道志川ではなくて道志川の支流なのかな、これも結構だから流れの緩やかな川沿いなんで、遊びやすいかなと思います。はい、はい、それでは5つ目、はい、お願いします。はい、バカンス村です。バカンス村はい、ここは僕たち泊まりのキャンプはしたことないんだけど、デイキャンプで一度だけ行ったことあるので、特徴をお願いします。はい、まず川は綺麗でした。バーベキューとかに良さそうで、みんなでワイワイとかを楽しんでても神経質にならずに楽しめるようなバーベキューの施設っていうかね、そういった場所もあるので、やりやすいかなっていう、賑やかにキャンプするのにいいんじゃないかなっていう感じは受けました。ちょっと気になったのはトイレがちょっと気になるとこでしたね。ああ、もう気になります。そこはしっかりっていう感じ。気になるね。気になる。以上5つ、僕らが下流ゾーンで行ったことのあるキャンプ場の特徴でございます。でも全体的にバーベキューに来るデイキャンプの方とかも多いからね、そういうイメージかな。神奈川のエリアなんでちょっと少なめですね。そうですね。はい、じゃあ続いて、中流ゾーン。中流ゾーン。はい。道志道の中流エリアなんですけど、ここからは山梨県に入るエリアだね。山梨県に入ったところから道志の道の駅があるんですけど、その辺りまでのゾーンなんですが、早速1つ目お願いします。1つ目、椿荘オートキャンプ場です。はい。こちらは？ここはですね、森深い景色とジブリ感のある雰囲気がとっても印象深かったキャンプ場で、木がものすごいいっぱい生えてるので涼しい。太陽が全く当たらないわけじゃないんですけど、めちゃくちゃ涼しいです。でもだいぶこう木に覆われてるから、覆われてる、日は本当あんま入ってこないよね。照らされるみたいなことはあんまりないですよね。場所によるとは思うんですけど、あとはプライベート感があって、川も綺麗で、ソロの方もすごい多く見受けられたかなっていう感じです。ソロキャンパーの方は本当多いイメージです。しんみりしっぽりしたいっていう時にもおすすめかなと思います。で、トイレと炊事場も綺麗です。予約不要だよね。予約不要。で、土日に行く場合はなんか電話で問い合わせしてから行くといいみたいなことをキャンプ場さんがおっしゃってたんで、でも基本的には予約なしっていうことです。それでは2つ目お願いします。2つ目、ウッズマンキャンプグラウンドです。ウッズマン。これはどんな？ここは地面がね、芝土砂っていうイメージのキャンプ場で、ちょっと今までご紹介してきた感じの砂利じゃない、河原みたいな感じではちょっとなく、そうだね、河原でもないしね。そうなんです。山を切り崩したような感じの、切り開いたじゃん。切り開いたような感じの広い広場みたいな感じになってます。広場的なサイトがね。で、まだ2021年にオープンした新しいキャンプ場となっていて、隠れ家的な場所でございます。で、トイレと流しはめちゃくちゃ綺麗ですし、新しいから本当綺麗だよね。そうなんです。ポイントは、その切り開いた感のある場所なんで、木が少ないんだよね。グラウンドサイトは。なんか確かその林間みたいなとこもあるんだけど、グラウンドサイトは木がないんで、夏は標高は高いけど、日差しは多分入るから、タープとか持って行って日陰を作った方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、周りには結構木が生え揃ってるから、日照時間はね少ないんだけどね。すぐ日が落ちるようなイメージではありましたけど。それでは、次3つ目お願いします。ニュー田代オートキャンプ場です。ニュー田代、どんな感じで？ここは小砂利サイトが多めですかね。で、プライベート感のあるサイトもあって、滝があるサイトもあって、流し付きの。
木陰が結構多いサイトもあったり、場所によって本当様々なので、何回も行っていろんなところで楽しみたくなるようなキャンプ場さんです。バンガローも多いよね。バンガローも多いですね。高低差があるキャンプ場なんですよ。そうだから上から川を見渡せるようなサイトもあれば、もう川沿いのサイトもあって、本当にこうアップダウンがすごいキャンプ場なんで、たどり着くまでも結構こう登ってはいくんだけど、そうですね、管理棟があってその付近にもサイトあるんですけど、道をこう登っていく時に、こっちにもあっちにもっていう感じでサイトがある感じですね。上の方に向かっていって、なんか全部雰囲気は違うかなと思います。そうですね、サイトとサイトがね離れてる場所も多いんで、プライベート感あっていいんじゃないかなと思ってますけど、お気に入りの場所ですよね。流しもトイレも綺麗です。それでは、中流ゾーン4つ目、お願いします。オートキャンプインムジナ。おお、懐かしい。はい、ここはプライベート感があるサイトの配置になっていて、小砂利、ちょっと土とかもあります。でやっぱり木が多いので木陰がありますが、ちょっと木が少ないところもあります。でトイレ流しは綺麗です。流しはすごい広くて、トイレね、なんかちょっと気になる場所もあった気がしたんだけどな。場所によってそうですね。でも無理じゃないけどみたいな感じだったと思う。ちょっとね古いんだよね、多分ね。そうかも。お掃除はすごいされてたとは思います。建物がちょっと古いのかな。そうだね。私は気にならなかったかな、そんなに。トイレ一番ね気になるポイントなので、なんか初めてキャンプに行った方の感覚だったら、すごい綺麗っていう風にはちょっと思わないかもしれないですけど、やっぱキャンプ場ならではの、例えば古い感じだったり、ちょっと虫がいたりとかっていう感じで、そのお掃除されてないとか、そういう感じではなかったですよね。それでは次5つ目お願いします。オートキャンプせせらぎです。ここは、川が綺麗で遊べる林間の場所と青空サイトっていうのを選べるので、気分によってサイトを選んで楽しめます。でサイトがね結構広いところも多いので、大きい幕も使えるかなと思います。でトイレもね綺麗なところと、ややちょっと狭い感じの仮設っぽい雰囲気のところとあります。ここもね古いけど綺麗って感じ。そうですそうです。建物自体がちょっと古いのかなっていう、で和式と洋式がある。流しはすごく綺麗でした。なんか場所によっては木がないところがあったよね、確か。そうですね。その青空サイトとかに行くと、青空サイトっていうのか、木がない、開けてるっていう感じなんで、真夏はちょっと選べるのかね。でもね、そうです。池みたいなのなかった？池もありました。プールっていうの、池っていうのなんかあって、子供が遊べるような感じになってたけど。それでは次6つ目。道志の森キャンプ場です。ここはジブリ感がある、森深い感じのキャンプ場です。木が多くて涼しい、川が綺麗で遊べる、で予約がいらない、とにかく広い、キャンプ場がでかいなので何回行っても全く違う雰囲気を味わえるっていう。そうだね。道志エリアのキャンプ場の中でも一番こう野営感のあるキャンプが楽しめるんじゃないかなと思って。そうですね。そうですね。で完全フリーサイトで、なんかここに貼ってください、ここはダメですよっていう区切りもあんまちょっと分かんないくらい、道路とか道の邪魔にならなければ、結構どこでもキャンプして OK みたいなスタンスなんで、それもあって人気なんだよね。そうですね。ここにこうやって貼るのもありだなとか思いながら、他のキャンパーさんのね、貼り方とかを見たりして楽しい。橋渡っていかないといけないとこもあったり、荷物をね持って車止めて橋ちょっと渡って向こう側に貼ってたりとか、いろいろなところで貼れますよね。あとねすごい安いので、それもあって人気です。すごい。おそらく道志エリアで一番名前をよく聞くキャンプ場は道志の森なんじゃないかなと思います。そうですね。私が子供の時からあると思います。おそらく。トイレ、綺麗です。綺麗だよね。お掃除もすごくされてますし、最近行ったけどやっぱ綺麗だった。綺麗でした。で
トイレットペーパーは持参です。それか管理棟で買えます。流しはめちゃくちゃ綺麗。そうだね。冬はおトイレは仮設になります。そうだね。水を止めちゃうんで、冬場の時期はキャンプ場やってるんだけど、でも結構同志エリア閉まっちゃうところも多いんですけど、やってるんだけど仮設トイレと水道がなしって感じになるので、本当の野営状態にはなるんだよね。はい。僕らはちょっとね初心者系キャンパーなんでレベルがちょっと高すぎちゃって冬はあんまり行かないんですけど、はいじゃあ7個目、お願いします。センタービレッジキャンプ場です。はい、センタービレッジ。ここは川がすごく綺麗で、川のね浅い部分もあるので、そこで子供たちが遊んだりとかもできます。で、小砂利サイト。ちょっと場所によっては土が多めなところも砂っていうんですかね、もあります。で、景色が良いサイトもあります。そうだね。作りがこう段々になってるというか、棚田みたいな。そうで、川がそこをこう前から来て去っていくみたいな感じの川なんで、なんかすごく景色が良い印象でした。で、木が多くて涼しい。これもちょっとサイトにはよるんですけど、割と木が多いサイトの方が多かったかなっていうイメージです。はい。トイレも綺麗で水洗トイレでした。流しも広かったです。そうですね。はい、それでは8個目お願いします。ヘイ、スカイバレーキャンプ場です。スカイバレー。名前もすごい。去年かな行ったの。夏行ったんですけど、ここはどんな？多分同志エリアで一番思ったんですけど、自然に溢れ返ってた感じがしますね。一番こう奥地なんか森の中に入っていくイメージだよね。お邪魔しますって感じ。で、行くまでの道もちょっとねアトラクション感あるぐらいの道を進むんですけど、でもねたどり着いちゃえばすごい綺麗に整備されてて、トイレも綺麗だったし、あとお風呂もあって、このお風呂が気持ちよかったんだよね。気持ちよかった。すごい森の中なんで涼しい、寒いぐらい、夏でも。そう川も綺麗。大きいさ、クワガタを受付で見たんだっけ。見た。ミヤマクワガタなんだと思ったんだけど、あれミヤマクワガタなんて見たことないですよ。ほぼ野生なんて、ない。だからそういうその自然の中に本当お邪魔してる感覚がすごい強いというか。そうだね。でもそんななんかこう野営っぽいっていうサイトではないんですけど、動物の声だったり、あとはまあそういう虫たち、子供たちがね好きそうな大きいカエルがいるとか、赤嶺さんも言ってたんですけど、なんかそういう本当自然たっぷりなイメージのキャンプ場でした。でもね電源もあったりしたし、水道もねサイトについてたりとかしたんで、すごい使いやすかったんですよ。あとはなんかボーイスカウトとかでも使うキャンプ場らしくて、広いんだけど、なんかオートキャンプのエリアっていうのはそんなになかった気がする。そうですね。子供たちがそう自然の勉強をしに来るにはすごいいい環境だよね。そこはまた雰囲気あって、またちょっと行きたいなとは思うキャンプ場だよね。ということで、以上が中流エリア、中流ゾーンが一番キャンプ場いっぱいこう密集してるんじゃないかなっていう感じなんですが、だから同志エリアの中でもやっぱ人気なエリアじゃない？確かに。同志の森を中心にこう道の駅もあるし、涼しいし、まだ僕らが行ったことないキャンプ場もいっぱいあるしね、この辺。そうなんです。新しいのもできてるしね。なんでおすすめのゾーンなんかなって思うんだけどね。それでは、じゃあ最後上流ゾーン、いくつかご紹介したいと思います。それでは1つ目、お願いします。三高層オートキャンプ場です。三高層どんな？ここはですね、水はけが良いサイト、小砂利のサイト、あと各サイトに炊事場ついているんですけど、ないところもあります。川がめちゃくちゃ綺麗で、トイレが住めるぐらい綺麗って私が動画でよく言ってるんですけど、靴を脱いで入るんですけど、めちゃくちゃ本当に綺麗で、新しいからね、ここも新しいんですよ。キャンプ場自体が新しくて、全体的にすごい綺麗ですね。で、あと新しくシャワーも新設されてまして、こちらも
ピカピカです。はい、はい、で三高層さんもめちゃくちゃ綺麗なんだけど、森の中っていう感じではなくて、どっちかっていうとその道志道の国道沿いになるんで、こう開けたイメージなんですよね。木がないイメージなんで、日陰は涼しいんだけど日向は夏やっぱり暑いから、熱中症対策タープとかそういうのは、必要な場所かなと思います。そうですね、ただもう雨の時はねめちゃくちゃ助かりますよね。雨の時は本当助かる。水たまりできないからサイトにはね、足元が本当にドロドロになったことがないです、ストレスなくキャンプできるよね、雨でもね。はい、はい、それでは、上流ゾーン2つ目お願いします。富谷野沢オートキャンプ場です。はい、これも去年か行ったの。行きましたね。どんなとこですか？はい、ここも川が綺麗で、遊べるんですけど、場所によりますけど、お風呂がある、ヒノキ風呂があるっていうことで、ちょっと中はね見てないんですけど、気になりました、行った時に。あとは広場があるので、広場って言っても本当遊具が公園みたいなね。そう、なんていうの、ゴールがあったり、校庭だよね。スクラッチアウトっていうの、そうストラックアウト、ストラックアウトストラックアウトとか、ボール遊びしてる子どもたちも多くて、そういった広場があるので子どもたちも飽きないかなっていうのと、小砂利サイトが多めで、ちょっと土っぽいとこもありましたけど、割と砂利が多めでした。でおトイレもちょっとやっぱ建物が古いのかなっていう感じはしましたけど、綺麗にお掃除はされてあって水洗トイレでした。流しも綺麗です。なんかこういう広場があるから、ファミリーに人気な感じがしたよね。そうですね、めちゃくちゃいいところでした。雰囲気あって、はい。それでは3つ目、お願いします。オートキャンプ長俣です。はい、長俣、富谷野沢の位置的には隣みたいな感じだったと思うんだけど、ここは水はけの良い地面の場所と、ちょっと森っぽいというか、砂っていうか土っぽいところもあるんですけど、砂利もあります。なんと滝の下サイトっていうのがあって、滝を見ながらキャンプができる場所もあります。川が綺麗で遊べるエリアもあります。おトイレは綺麗な方。綺麗だよね。で水洗トイレ、流しも綺麗です。ここも割と自然たっぷりな感じ。そうだね、結構奥に入っていくイメージで、富谷野沢もそうですけど、もうこの辺になってくると本当に涼しいから涼しい、夏でも快適にキャンプできるエリアですよね。で長俣も確かお風呂あるよね。そうだったかな、ありましたね。コロナの時期で僕らは入ったことないんですけど、今もしかしたら復活してるのか、ちょっと情報変わるからわかんないですけど、お風呂があったと思うんだよね。そうですね、ちょっとシャワーとお風呂の情報が変わってきてると思うので、私たちがちょうどこっちにいるね3年間ってちょっと使えない時期の方が断然多かったというか、なのでホームページを見ていただくのが一番いいかもしれないです。で長俣さんはそのさっき言ってた滝の下サイトっていうのがあったりして、グループとかでもね使いやすいエリアもあるし、個人用サイトも段々になってる感じで、プライベート感があるんじゃないかなっていう印象ですよね。僕ら結構そのグループで使うことが多いよね。滝の下。マイナスイオンたっぷり。たっぷりです。はい、それでは終盤になってきましたけど、4つ目お願いします。奥道志オートキャンプ場です。来た。先日も行ってきました。奥道志。こちらどんなところでしょうか。こちらはですね、とにかくジブリ感たっぷりの森深いキャンプ場さんなんですけど、地面も砂利サイトが多くて整備されている、その綺麗に整備されているのに自然たっぷりっていうすごいところを行った。このギャップがすごいよね。なんか人工的とは思わせない自然感をも味わえる、すごく素敵なところだと思います。でトイレは綺麗、そして水洗であります。水洗であります。流しも綺麗であります。とにかくもう常にオーナーさんがお掃除をされている印象で、常にピカピカなんだよね。そう、あれさっき使ったんだけどなって思うぐらい、また流しがピカピカになってるのとか、
っていうイメージ、はい、なので森深いとか自然がいっぱいってなると虫もいっぱいいてとかって思われると思うんですけど、ちょこちょこその辺も流しのやっぱりライトとか当たってるとことかってガとかもいっぱい来たりするじゃないですか。でも多分すごいいつも綺麗にされてるんだろうなっていう印象です。そうだね、あんまり気にならないですよね。気にならないね。もちろんその森だからさ、虫はいるんだけど、次の日の朝、オーナーさん来たら虫がいたりとかしたら全部ねこう多分掃除してると思うから、そう、そんな気になったことないね。なんかちょっと子供たちとか女性とか、森深いとこ行きたいけど虫いいなって見たくないなみたいな方にもまあまあなんかそのハードル的には入っていきやすいじゃないかなと思います。そうだね、はい。そして、最後5つ目、一番上流のキャンプ場でございます。はい、お願いします。山伏オートキャンプ場です。山伏はどんなの？はい、ここもですね、水はけのいい地面、砂利サイトが多め、で川がきれいで遊べる場所も多いかなと思います。でとにかく広いのでいろんなサイトを選べるっていうのも特徴で、プライベートっぽい場所だったり隣同士でグループで来て並べるような感じのサイトだったり、いろんなところがあります。広場っぽくなってたりとか、でジブリ感がめちゃくちゃある。ここはすごいよ。僕もここが一番やっぱ写真撮るにはジブリ感あって雰囲気のいい写真が撮れる場所だなって思う。そうですね、ですがトイレも綺麗で流しも綺麗で、冷蔵庫なんかも置いてあったりなんかして、なんかご自由にお使いくださいみたいな冷蔵庫があったり。そうなんです。ちょっとトイレ綺麗なんですけど、男性用女性用っていう風にはない場所もあったよね。そうない場所があるので、男性も女性も一緒に使っている場所もあるとは思います。あとは何といっても標高が高くて1000m。1000m すごい涼しい。なので、夏行っても、昼とやっぱり夜間の気温差も結構ありますし、夏でも1枚やっぱり羽織るもの持って行ったりとかもしている感じなので、ワンちゃん連れにもいいかなと思います。そうだね、この上流ゾーンで3高層以外は本当に森の中なんで、夏でも日があんまり当たんないんだよね。で標高は1000mぐらいあるから、すごい涼しくて、夜は結構寒いぐらいになるし、上着なしではちょっといられないというか、本当避暑地って感じよね。そうだからちっちゃいお子さんとかあんことかには上流はすごいおすすめですね。昼でも涼しいっていうのがね、やっぱり過ごしやすいよね。避暑地、キャンプとしてはすごいおすすめのゾーンですよね。ということで、僕らが行ったことのある全18カ所、もう2カ所ね実は行ったことあるんですけど、動画には残ってなかったりするので、抜いちゃってるんだけど、それ入れたら20カ所、今まで同志エリアでキャンプしてきたんですけど、すごい、こんな場所でございます。でちょっと情報的にあったら嬉しいかなと思ったのですが、今回入れてないんですけど、お湯が出るだとか、そういった情報もなんか新設されてたりしてる場所もあるので、なんで今回は書いてないですけど、ホームページに載っているところもあるので、その辺もチェックしてみていただけたらと思います。本当にこう上流に行けば上流に行くほど涼しいエリアにはなってきて、夏にね人気の同志エリアなので、ぜひぜひ何かこう初めて同志エリアに行かれる方とか、行ったことない場所にチャレンジしてみたい方、少しでも参考になれば嬉しいです。他にもいろんな僕らキャンプエリアにも行くんですけど、今回ねその近くのエリア、こういうまとめの動画ってやったことなかったんで、そうですね、全然これ以外にもあと倍ぐらいキャンプ場あるので、確かにこんだけ行かないとまとめの動画も確かに出せないですもんね。やっと出せるっていう。そうですね、まだまだ行けてないとこもありますし、あと結構同志です、今日も同志行きますとかって言うと、やっぱり全然違うエリアの、関西とか九州とか全然違うエリアの方からしたら何のことだろうっていう風になる方も多いと思うんですけど、もし旅行で私たちが九州キャンプ行ったみたいに、同志エリアキャンプにもう行きます、って旅で回りますとか
っていう方もいらっしゃるかなと思ったんで、結構こうまとめてあると見やすいかなっていう気もしました、ね。はい、またねいろいろこうキャンプ場行って情報が増えたらちょっと更新しようかなと思いますので、はい、はい、現段階で20箇所参考になればなと思います。はい、他にもですね、僕らが遠征行ったりとか、キャンプ行ったり車中泊旅行ったりっていう動画もたくさん出しておりますので、ぜひチャンネル登録してもらってそっちの動画も見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。さようなり。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。斉藤でした。はい。山伏オートキャンプ場だっけ？何が？卵と新子もらった。ああ、そうそう、もらったね。もらった、でもいつもかどうかわかんないけど、あれが美味しいんだよね。美味しかった。